おはようございます。たかしです。本日は11月8日水曜日、ただいま9時26分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですので、使い勝手のいい方で有料投稿を効率的にご利用ください。また、ノートでは複数のプランをご用意してますので、ご自身に合ったプランを見つけやすいのも特徴です。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからです。現在ポンド円 GMMA の青帯は横ばいなんですが、先日の上昇でこの GMMA の青帯の上に現在は乗せてきておりますので、上昇しやすい、そんな試合には入ってきております。ただし昨日は地利下げというところで、ここ直近の上昇に対して今調整を行っているのかなというところですね。この調整が終わってもう一段上昇していけるかどうかっていうところに今は注目です。現在は大きくは上昇トレンドですね。黄色丸、高値を切り上げ、安値を切り上げてますので、上昇トレンド中ですので、この直近の高値の 186.7 付近を明確に上抜けてくれば、再び上昇トレンドが継続と考えられますが、186.7 付近を超えられずに下落していた場合は高値を切り下げできますので、そうなると直近の安値、このあたり178円付近を下抜けてくるということも考えられますので、その辺注目ですね。現在は GMMA の上に乗せてますし、買い足では上昇トレンドを作ってますので、その流れに乗っておく。ただし、日足では大枠ではレンジになる可能性、もしくは高値を切り下げてくれば大きく下落していく可能性も考えておきたいです。では4時間足です。4時間足はオレンジのトレンドラインを引いてまして、現在はちょうどトレンドライン付近ですね。ここでサポートされて上昇するのか、それとも下抜けてくるのかというところ。現在は黄色のこのボックスですね。過去のもみ合いのところを上抜けて、そこで4時間足単位で上昇トレンドを作ってますよね。綺麗な上昇トレンドを作っておりますので、今回押しをつけてきたところからの次の上昇の流れを見ておきたい。ただし、ここ上昇してくれば、今かなり最高値付近にもありますし、直近日足の最高値が 186.7 付近になりますので、そのあたりまで上昇が近づいてくれば、そこからは再び下落圧力がかかりやすくなってきます。ここですね。このオレンジのライン 186.771、これが日足の最高値になりますので、そこが近づいてくるとやはり売り圧力も入ってきますので、現在は上昇トレンドを作ってますが、どこまで上昇していけるのかっていうところですね。186.7 まで上昇していけるのか、それともここでもう高値圏ですので、ここで例えばダブルトップを作って下落していくのかっていうところを見ておきたいです。ストキャスティクスは今安値圏に入ってきてますが、ちょっとここのところの動きがあまり綺麗じゃないですよね。過去の動きを見ていると、そろそろストキャスティクスはゴールデンクロスしそうなところではありますが、ここ直近昨日の動きを見ていると、ちょっとこう迷っている、そういう印象も受けますので、ここから上昇できるかどうかちょっと怪しいかもしれない。今はトレンドライン付近にありますので、ここから上昇していける可能性もありますが、もう一段深く入ってくる可能性もあるので、その辺を見ておきたいですね。では1時間足です。1時間足ではエリオット波動をイメージしておりました。それも完成して修正波も終わったのかなというふうに今は考えてます。ただしもうちょっと下落する可能性はありますので、今はフィボナッチリトレースメント、この直近の上昇に当てたフィボナッチリトレースメントの 23.6% 付近で下げ渋っているとは思うんですが、ここ小さく見ると若干高値を切り下げてきているんですよね。ですのでこのまま下抜ける可能性があります。下抜けてきた場合はこの赤い水平線 184.4 付近、もしくはフィボナッチリトレースメントの 38.2% の184円付近っていうのが次引っかかってくると思いますので、そのあたりまでの下落を見て、そこからの次反発を見ておけるといいと思います。1時間足のインジケーターは方向感がありませんので、現在 GMMA も横ばいですので、基本的にはレンジを想定しますけれども、ここ昨日の動きを見ていても若干ですが高値を切り下げてきてますので、本日は下抜ける可能性も高いとは思ってます。ただ現在はトレンドライン付近ですので、やはり底堅くは動いてますが、この先一旦下抜けるのか、それとも現在地から反発できるのかっていうところを見ておけるといいと思います。では次はドル円の日足です。ドル円はここ水色のラインを引いてました。直近の高値に当てたラインなんですが、その辺付近で先日下落してきました。ただしまた GMMA の青帯にぶつかってまた反発してきてますよね。ただ昨日はちょっと上髭の陽線になってますので、もう少し上値が重いんだなっていうことはわかります。インジケーターは方向感がありません。マクディがちょっと弱いんですけれども、現在のところ底堅く推移している状態です。では4時間足です。4時
間足は赤い平行チャンネルを描いていたんですね。これずっと過去から意識されてまして、それを下抜けたんです。一度下抜けて、そして先日もう一度下抜けてきました。ただ下抜けてはいるんですけれども、この前回の10月末に下抜けた時、ここの安値を切り上げてきているんですね。つまり現在下落トレンドではなく上昇トレンドをまだ崩していないんですよ。ということは、やはり基本的には上昇しやすい試合にはあります。ただ現在この図見ていただくと気づくと思いますが、今ここですね、3損を描いてきているんですね。で、ちょうど今3損の右肩を作るのかなというところですので、この右肩が今意識されてますので、昨日後半からちょっと下落はしてきております。本日この下落がどこまでいけるのか、それともそして3損を完成して下落していくのか、そうすると大きく下落するんですけれども、今は基本的に GMMA の上にも乗せてきてますので、現在地付近でサポートされればそこから上昇していくと思いますので、その場合は152円ぐらいを目指して上昇する。またこの水色のラインですね、先ほど日足に引いてあった水色のライン付近を目指して上昇すると考えますので、現在地からもし上昇してくれば152円ぐらい、その辺までの上昇余地はあると思います。ただ今先ほど言った赤い平行チャンネルを一旦下抜けているんですよね。下抜けて昨日の上昇はちょうど平行チャンネルのこの下限付近まで戻してきておりますので、今 GMMA の青帯を上抜けているので底堅い動きはするでしょうけれども、やはりこのチャンネルの下限っていうのも意識されてくると思いますので、ここから下落するのか、それともまたチャンネルの中に戻してこれるのかっていうところが本日の注目ポイントですので、昨日のこの高値圏での揉み合いですね、ここを上抜ければチャンネルの中に戻されてくるし、上抜けられなければ3損完成に下落していくと思いますので、その辺見ておくといいですね。ストキャスティクスは高値圏から下落中ですので、ここからは下落しやすい試合になるかもしれないですね。では1時間足です。1時間足直近では下落トレンドを描いていたんですね。GMMA の青帯の下に一旦潜って、そこから GMMA が重しになって下落してきました。ただそこから昨日、一昨日と切り返しの上昇に入ってきておりまして、この上昇がどこまで続くのかというのが今の注目ポイントです。昨日とか一昨日の動きを見ているとかなり分かりにくい動きをしているんですね。じりじりと上昇してきておりますので、トレードとしてはすごくやりにくいと思います。5分足とか15分足ぐらいに落とせばここの上昇トレンドに乗っていけたかもしれませんが、1時間足で見る限りはこの昨日一昨日の上昇っていうのはかなり分かりにくい、そういう相場だと感じます。そして現在は GMMA の青帯でサポートされるかどうかっていうところですね。4時間足、日足は上昇トレンド中、1時間足は下落トレンドだったんですが、それを今崩すかどうかっていうところに来ておりますので、 GMMA の青帯でサポートされて上昇していけば、先ほど4時間足で言っていた3損を崩してくる、ここですね、こういう3損を崩してくることになってきますので、その辺に本日は注目なので、昨日の高値を上抜けられるかどうかっていうところですね。そこを上抜けてくると、おそらく先ほど言った152円付近まで上昇していくと考えます。ただし昨日の動きを見ていても分かるように、やはり分かりにくい動きをしているんですね。比較的上昇はしてきてますが、上値も重いので明確なトレンドを作れず、綺麗な形になってきてませんので、分かりにくいところ、チャートが汚いところでのトレードはできれば避けていくのがいいと思います。しっかりと明確な押しを作ったりだとか、明確なトレンドを作ってきた時だけそこのトレードに参加していくっていう考え方をしておく方が、焦ってエントリーすると変なところでポジションを持ってしまいますと、今下落する可能性も十分あります。今3損の右肩付近にありますので、当然ここから3損を作るために下落していくっていうこともありますので、しっかりと根拠のあるところでエントリーをしていくようにしていきましょう。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。ポストプライムのプライム投稿とほぼ同じ内容です。ノートの方が使い勝手がいいという方向けに有料投稿の間口を広げました。基礎から FX を学びたい方や現在よりトレードスキルを向上させたいという方はぜひご検討ください。ノートでは複数の視聴プランをご用意してます。またノート限定の掲示板機能でリアルタイムな相場のコメントなども投稿しています。有料投稿で適切な自己投資と時間投資をすることも大切だと思います。詳細は概要欄をご覧ください。ノートのメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月初がお得です。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。